はいどうも、みっちーです。今日は最強おつまみ酢だこの作り方をご紹介します。市販の酢だことは違い、柔らかくまろやかでコクのある味わいとなっており、最高の一品です。ぜひ最後までご視聴お願いします。それでは早速作っていきましょう。酢だこのレシピ。タコ 300g、 黒酢 200cc、 砂糖 60g、 だしの素 10g、 天然着色料 6g、 タコ 1kg、 黒酢 500cc、 砂糖 150g、 だしの素 25g、 天然着色料 15g。 材料はこれだけです。まず今回用意したタコなんですが、島では売ってないので自分でタコを取ってきました。こっちの小さい塔はアナダコといって陸で生活するちょっと特殊なタコです。大きさは手のひらサイズぐらいにしかなりません。タコって海の中じゃないのってイメージをお持ちだと思いますが、魚に狙われるリスクから逃れるため陸に適応したと思われます。結果人に狙われやすくなりました。アナダコと呼ばれるだけあって波打ち際の岩場の穴に隠れながら生活しています。移動時や餌のカニを取るときには出てきて歩いているところに遭遇する場面もあります。実際にタコ取りしている動画が9本ぐらいありますので、どんなタコか気になる方は後ほどご視聴ください。こちらの大きいタコはワモンダコといって皆さんのイメージ通りのタコです。水中で生活している水ダコの一種です。人としては水中の方が取るのは大変です。どちらも頭にある内臓は取った時に取り除いてあるので、その工程は省きます。タコを釣る人も多いと思いますので、保存方法も説明しておきます。タコを釣って持ち帰ってきた場合、必ずぬめりは取らずに冷凍保存してください。その際内臓は取っても取らなくても大丈夫です。なぜぬめりを取ってはダメかというと、鮮度、劣化速度が圧倒的に違います。冷凍保存した場合、冷凍焼きが厄介なんですが、ぬめりを取らないで保存すれば1年冷凍焼きしないで保存できます。ついでにめんどくさいぬめり取りもすごく簡単になります。冷凍してあるタコを使う場合は今からやる方法で簡単にぬめりも取れます。このタコは4月ぐらいに取って冷凍庫でストックしていたものです。それを解凍してある状態です。この段階ではぬめりが残ってます。今からやる方法は一度冷凍されたタコバージョンなので、釣ってきたのをすぐ使いたい方は簡単なぬめり取り方法をアップしてますので、そちらを見てぬめりを取り除いてから同じ工程で作ってみてください。塩でぬめりを取ると硬くなるので注意。動画で確認してね。ちょっと説明が長くなりましたが、下準備に入りましょう。下準備。タコを柔らかくする方法。鍋を用意します。水をたくさん入れてください。火をつけます。沸騰するまで待ちます。その間に大きめのボウルにたっぷり水を入れといてください。沸騰しました。沸騰したらタコを入れます。小さいタコを1分だけ茹でます。この1分という時間が柔らかくするポイントです。加熱しすぎに注意してください。硬くなります。1分経ったら用意したボウルに入れます。再度沸騰させます。沸騰したら大きいタコは2分茹でてください。これも加熱時間をしっかり守らないと硬くなります。
当チャンネルは定期的に料理動画をアップしてます。初心者にも分かりやすく豆知識を交えながら説明しています。これからも美味しい料理動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、見逃さないようにベルマークの設定お願いします。茹で上がりました。ボウルに入れます。ぬめりを取ります。一度冷凍することによりぬめり、保護膜が壊れているので、ちょっとこするだけでこのように簡単に取れます。きれいになりました。2杯ともこれで下準備終わりました。次は酢だこの調味液を作っていきましょう。酢だこの調味液の作り方。黒酢 200cc を用意します。普通は穀物酢を使いますが、今回は黒酢を使います。口当たりがまろやかになり、コクも出ます。国産黒酢で高級感もあり美味しいので使用しています。 Amazon でも買えますので、テレビで見ている方は QR コードを読み取れば購入可能です。携帯で見ている方は概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご購入可能です。私にも 0.5% お金が入ってくるので、 Amazon 使っている方いましたら、ぜひここから購入してもらえると助かります。入ってきたお金は動画制作費に使用します。砂糖 60g 入れます。だしの素 10g 入れます。天然着色料 6g を入れます。今回色をつけるためにこちらを使います。酢だこって皆さんも赤ってイメージだと思いますが、市販のやつもしっかり着色されています。合成着色料と天然着色料の2種類があります。商品の裏面を見てみると、よく赤色何号とか黄色色何号とか数字ついてるやつが合成着色料です。今回はお野菜のビーツを使った天然着色料を使います。ビーツは真っ赤で株みたいなこの野菜から作られています。こちらも Amazon リンク貼っておきますので、よろしければご購入ください。よく混ぜます。混ぜました。ジップロックを用意します。タコを入れます。調味液を入れます。空気が入らないよう抜いて締めます。これで OK です。次は大きいタコの調味液を作っていきます。工程は同じです。黒酢 500cc を用意します。砂糖 150g 入れます。だしの素 25g 入れます。天然着色料 15g 入れます。混ぜます。ジップロックにタコと調味液を入れ、空気を抜いて締めます。これで両方できました。1日漬け込めば最強おつまみ酢だこの完成です。賞味期限は調味液に漬け込んだ状態で2週間です。1日経過したので出してみましょう。いい感じに色づいてますね。今回サムネイル撮影するために丸ごと漬け込みましたが、皆さんは漬け込む前に足1本ずつに分けてから入れてください。そっちの方が圧倒的に使いやすいです。とりあえず足1本だけ味見用に切ってみましょう。断面はこんな感じ。盛り付けて完成です。はい、ということで最強おつまみ酢だこが完成しました。美味しそう。それでは早速味見したいと思います。いただきます。
柔らか。うまー。うまい。味は黒酢を使ったことにより口当たりがまろやかで美味しいです。黒酢じゃなくて穀物酢を使えばスーパーに売っている酢だこみたいな酸っぱいっていうような酢だこになります。今回作った酢だこはスーパーで売っている酢だこより味がまろやかで砂糖も控えめです。スーパーと同じ酢だこを作りたい場合は黒酢ではなく穀物酢を使い、砂糖も 1.5 倍程度増やして作ってみてください。賞味期限2週間ということで、クリスマス明けに作ることで三が日にちょうどいいのではないでしょうか。おせちを手作りする方やおつまみが1品欲しいという方はぜひ作ってみてください。最後にお店の宣伝です。私のやっているお店は日本一遠い小笠原諸島の母島で飲食店を経営しております。店名はお食事処目黒です。そこでですね、今回作った酢だこを今ある分だけ販売したいと思います。この動画が上がった次の日からメニューに登場しますので、ぜひご来店ください。現在1週間に1回しか来ない小笠原丸がトラブルで1便来てません。さらに次の便も来るかは分かってません。今回運悪く大量のお肉7万円分が冷蔵状態で竹芝桟橋に止まっています。次来る頃には使えないし保証もないと思うのでやばいです。マジで助けてということで、皆さんお店に来てじゃんじゃん飲んで食べていただけると助かります。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。今日の動画いいと思ったら高評価、コメントもお待ちしています。チャンネル登録も忘れずにお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。